皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。この動画はジャズダンスバレエのターンピケの解説動画となっています。ピケは床に足を刺すという意味を持つターンのテクニックです。ルルベとプリエをコントロールするため重心線の意識が重要です。軸がどのように運ばれていくか、これはただ足の運ぶ順番を覚えるだけでは進化していかないものです。足の方向、目線、そしてまずは立つということの重要さ、このあたりをこの動画で伝えていきます。練習を重ねていくうちに立ち姿やルルベをした状態の引き上げがきちんとできているかどうか、このあたりも関わってくると思います。自分に足りていないスキルが明確になっていくこと、気がつくこと、これもスキルアップには大事な要素ですよね。ピケは内側に回るアンデダンなので、よりポジションのキープに意識が必要です。股関節の使い方まで意識するようにしましょう。メリハリの出るターンなので、重要な要素を一つずつ確認しながら少しずつターンに発展していけるように練習していきましょう。そして今回のこのターンのシリーズでは、振り付けなどでもよく使われるターン3つを挙げて動画をご用意しています。鎖、チェーンという意味を持つシェネ、旋回という意味を持ちその場でターンをするピルエット、各実践動画に対して各部位のコツやポジションの意識など細かく説明している解説編もご用意しています。ご自身の目的に合わせてご覧いただけたら嬉しいです。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスレクチャーはもちろん、ストレッチや筋トレをはじめとした体の知識など私生活にもお役に立つ動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、そして通知ボタンまでぜひよろしくお願いいたします。安定したターンや連続してターンしていくテクニック、憧れますよね。体の使い方、コツをマスターして理想に近づいていきましょう。それでは解説スタートです。5、6、7、レッツゴー。それではピケ、ポジションや軌道について解説していきます。まずピケというのは刺すという意味を持っています。動きとしてはこのように地面に刺して回る、これがピケの動きです。では足、アームス、そしてボディに分けて解説していきます。まずは足ですね。ターンをしている時の形はオープンパッセの形です。この場所がターンのポジションです。オープンパッセについては別の動画で詳しく解説していますので確認をしてほしいですが、絶対に守ってほしいこととしてターンアウトがしっかりできていることです。インに入ったり歪んだりしないように骨盤がターンアウトしていること、これを大切にしてください。では次にプレパレーションの位置です。前に足を単樹で出したところのプリエの形です。次に足を刺すので刺すための準備としてプリエをしています。この時も同じでターンアウトがしっかりとできているように、特に軸足見逃しがちなのでターンアウトができているかどうかチェックしてみてください。はい、ピケはこの2つのポジションのみです。このターンの形、オープンパッセと単樹を前に出した準備、プレパレーションの形の組み合わせだと思ってください。では軌道を確認してみましょう。プレパレーション、プリエをしました。そして右足をオープン、開いていったらそこに対してオープンパッセ、乗っていきます。これが行きの時の軌道ですね。プレパレーション、プリエから立つ。そして帰り道というか戻る時ですね。オープンパッセから後ろに足を出して5番のシュスの状態に戻ります。そしてこの時本当はもう少し回転がかかっているのでこの辺りかな、回ってきていると思います。5番のシュスに戻したらその時に右足を前にスッと出して左足はプリエ。はい、これがもう次の回転の準備ポジションになっています。プレパレーションから立つ、下ろす、そして続けて下ろす、立つ、つながっていけます。準備をしたポジションから少し自分の遠くへ刺しに行きますので、
軸足の左足ですね、こちらの足をしっかり蹴り切ってオープンパッセに持っていきます。ただ離すだけにならないように蹴り切ってオープンパッセへ持っていく、こんな流れです。では次にアームスです。ターンをしている時の形はアンナバンの形です。そして準備プレパレーションの時は進行方向と逆にアームスを開きます。パラセゴンの状態からターンをする時、ここですね、足と一緒にアームス開きます。パラセゴンから回転の時にはまたアンナバンに戻ってきて準備ポジション、回る回る、こんな風につながっていきます。そしてボディです。全体的にどの動画でも私は言っているんですけど、とにかく縦の軸がまず整っていなければ立つこともできないし回転することもできない、テクニックにつながっていきません。特にこのピケというのはルルベの状態とプリエを一回一回繰り返しますよね。別動画でプリエ&ルルベという動画があります。この時に意識してほしい6つの矢印ありますので、簡単に説明していきます。足をしっかり下へ刺す矢印、そしてお尻を上に引き上げる矢印、お腹は丹田の方を下へ、胸を上、肩を下、顎は上、矢印を上下に引っ張り合い支え合う、これを意識してください。回転をするときよくピケでなりがちなのが、今の矢印が弱いとこんな風に反ってしまうパターンよく見られます。ですのでこの軸を保ったまま回っていけるように、ルルベになった時ほど下へ強く持っていきます。上に上がりたくなってしまうんですが、そうすると崩れやすいので、特にピケというのは刺すという意味がありましたよね。地面に向かって足をしっかり刺して止まってる時間を長くするように練習してください。ポジションや軌道の解説は以上になりますが、この後もっともっとピケ安定して回れるようなコツをシェアしていけたらと思います。この後の Tips コーナーをご覧ください。それでは Tips コーナーです。まず意識してもらいたいのは、このピケというのは回るんだというのではなくて立つんだという意識を持ってほしいということです。なぜかというと、実際このピケやってみるとプレパレーションから半回転立ってそのままくるっと振り向く、これだけの動きなんですよね。回ってるというよりかは半分後ろに立って振り向いているです。ちょっとできるだけ分かりやすく立つぞという意識したパターンのピケと回るぞという意識をしたピケ2パターンやってみたいと思います。まずは立つぞという、本来のピケの意識してほしい方ですね。プレパレーションから立つ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 、はい、こんな感じです。では2パターン目、回るぞという意識でやってみます。ちょっとうまくできるかわからないですがやってみます。プレパレーション取りました。回る回る回るもうすでに回った後の準備ポジションというか、この間のつなぎが向きが変わっちゃったりしていますよね。回ろうと思うと実際には回りすぎてしまうということです。なので実際には立つ降りる立つ降りると考えた方が力みもなくなるんじゃないかなと思います。とはいえ、ただ立つと言われても本当に立つだけじゃあ回転にどうやってなるのっていう話なんですけれども、2つお伝えしたいことがあります。1つは足の向き方向です。プレパレーション取った後右足を出しますよね。この時に刺すんですが、すでにここで、後ろ向きでオープンパッセをする位置、この場所へ向かうようにしていってください。イメージですけど、このまま、こうやってこっち側に向けに行くような感じですね。なのでこの状態からここに行くために左足が実際プリエになって一瞬浮く時間がありますよね。蹴り上げる時間、その間に足の向きをしっかり方向をチェンジする、これだけで OK です。そして帰る時の足の向きにも注目です。後ろでオープンパッセをしたら5番のシュスへ戻ってきますよね。この瞬間に足を入れ替えて右足を出すんですが、
実際には回転がかかっているので惰性で少し回ってきていると思うんです。はい、なのでここでシュスに戻す時に足をつく時に骨盤ごとしっかりと向きを変えます。オープンパッセから5番のシュスに戻る時に足をつく時にターンアウト、これがターンアウトされていないとお尻から出てしまったりしますよね。なのでここの足の向きに注目、骨盤から根元からですがちゃんとターンアウトするというふうに足のつく向きや着地の時の向き、これを意識して回転を作っていきます。2つ目の意識は首です。これはどのターンの時にも使われること多いんですが、首というかは目線ですね。目線をどこに置くかということです。回りたい方、進行方向に向かって顔を向けます。目線を定めます。回ります。まだ見てます。ギリギリまで見て、着地の時にまた同じところを見ます。カメラの方を向いてやってみますね。目線を定めました。回りました。まだ見てます。着地で一瞬で同じ場所に戻ってきます。実際にピケでやってみますね。プレパレーション取りました。カメラの方を見ています。目線を定めたまま回っていきます。これ首だけを切り取ってみると見てます。あっちに進行方向があるとします。見てます。ぐーっと移動して見る。こんな動きになっています。見てる。ぐー見る。このちょうど最後の切る時、ここでスピード感、回転を生むためにゴム引っ張ったゴムをぐーパチンというところです。ここを使って回転が生まれていると思ってください。ですので首のアイソレーション苦手だな、ちょっとこれ曲がっちゃうんだよなという人はこのゴムがね弾ける時に違う方向にゴムを弾いてしまったら回転の方向も変わってブレてしまいますので、アイソレーションもぜひ見直しをしてみてください。続いて軸の話です。自分の体に上から串を突き刺したようなイメージを持ってください。これは人間の体の重心部分、丹田というかここにある自分の中心に対して真上から床へ向かって刺した線のことを言います。イメージはこの重心線がターンをする時もこういうふうに移動するイメージです。これがこうなってしまったりするとターンが崩れてしまいます。特に今回やっているピケは先にプレパレーションで足が進みますよね。なのでこれがこうなってしまうとこれ確実に重心線曲がってしまってますよね。これではダメなので重心線変わらないまま移動していく。なので重要なのがこのプレパレーションでこちらの軸足のプリエ、ここからしっかり足を蹴ってあげること、ここを大事に考えてください。さて最後にお伝えしたいこと、今回のこのピケのターンってアンデダンですよね。軸足に対して内側に回ることをアンデダンと言いますが、私はちょっとアンデダンが苦手なんですけど、人それぞれいろいろな苦手なポイントあると思うんですが、私はどんなところが苦手かというと、軸足が回ろうとしているところに対して残ってる足が頑張って回るぞーってついてきてしまうイメージになりがちでした。そうすると本来の形がオープンパッセなのに対して崩れてしまいますよね。これがたとえオープンパッセじゃなくてジャズパッセなど閉じた状態で回るアンデダンだったとしても、やっぱりこれがこっちにこう回りたくなってしまうっていう癖がやっぱりあるので、それを回避するためにもしっかりと骨盤、ここですね、ターンアウトして外旋した状態を作っておくこと。どんな形になってもターンアウトです。骨盤っていうのは本当にすごく便利なもので、ちょうどこの大腿骨のつなぎ目というか、ここにくぼみがあって、そこにボール状のように骨がくっついているんですね。なので自由が利いて歩く時やしゃがむ時や上げる時、いろんなところにとっても役立つ素晴らしい機能を持っているんですが、だからこそ動きやすい場面って出てきてしまいますよね。今回のターンのように中へ入りたくなってしまう動きの時にしっかりこの
動きを止めてあげなければいけません。ターンアウトを意識する上でただただ、膝の向きをアウトにとかつま先の位置をって考えるだけではなくて、これ別の動画でも実は紹介しているんですが、簡単に説明しますね。ターンアウトの意識の方法として、足6番にした状態で、ここの骨盤のちょっと下あたりですね、この辺にポッチの骨があるんですけど、ここ大天使というパーツなんですが、ここ触りながら足を1番にしてみると、ここ動きますよね。はい、これがクローズの状態では横に大天使の向きがあるのに対して、開くと外側後ろ側へ開いていきます。はい、この状態を自分で感覚をつかんで、焙煎ターンアウトできてるなっていう意識をつかんで、どんな時もそのターンアウトができているように、回っている時も着地の時もここが開いているように、これを意識してこの難しいアンデダン挑戦してもらいたいと思います。今回の Tips コーナーでは、立つという意識のこと、そして重心線のこと、もう一つはアンデダンなので難しいのでその時の骨盤意識のこと、これらをお伝えしましたが、意識して練習できるように別の動画で実践編があります。少しずつステップアップできるようなメニューを組んでレクチャーしていますので、ぜひそちらも試してみてください。最初は本当に回るというよりかはポジション確認でプレパレーション立つ、これだけの練習も組み込んでいますので、初心者の方でも取り組みやすいんじゃないかなと思います。以上 Tips コーナーでした。皆さんお疲れ様でした。ピケ解説動画いかがだったでしょうか。回転をすると目線や景色が変わって最初は難しいと感じることもあると思います。ピケは回ることよりも立つ意識の方が重要になってくるので、力まずに取り組んでいきましょう。それでは簡単に復習していきます。プレパレーションの形とターンの形を繰り返していく動きです。立っている時間を長くしっかりと床に足を差しましょう。進みたい方向へ目線を定めて首を切っていく。アンデダンは骨盤がずれやすいので股関節をキープする。今回のこのターンのシリーズでは振り付けなどでもよく使われるターン3つを挙げて動画をご用意しています。鎖、チェーン、連なっていくという意味を持つシェネ、旋回という意味を持ちその場でターンをするテクニックピルエット。各実践動画に対して各部位のコツや細かな部分を説明している解説編もセットでご用意しています。ご自身の用途に合わせてぜひご覧になってみてください。また大前提として立ち姿やジャズやバレエの基礎基盤となってくるプリエ、ルルベ、ターン、そしてアームスなど詳しく解説している動画もすでに公開済みです。ターンの練習中につまずいてしまったらぜひ一度基礎に立ち返っていただき、各基礎の動画練習にお役立ていただければと思います。そしていずれ実践としてターンを取り組んでいくときにぜひ一緒に取り組んでもらいたいメニューがあります。ターン、ジャンプへつなげる基礎ステップシリーズではシャッセやシュスなどターンのつなぎに活用できる基礎をご紹介しています。クロスフロアでつないでいけば様々なパターンで練習ができると思います。基礎力に加えて応用力も高めていけるようにぜひご活用ください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながっていけるよう動画を作っていきます。チャンネル登録、グッドボタン、そして通知ボタンもぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただいている皆様ありがとうございます。だいぶ暑くなってきましたが、もうすぐ夏休み、皆さんはどこかへ出かける予定はありますか？夏のお出かけの時によく車に乗っていて子供の頃を思い出すことがあります。よく子供の頃、車の外の景色を眺めながら近くを通る車のナンバー4桁を足し算や引き算、掛け算、割り算をして数字遊びをしていました。昔は切符もよく使っていたので、よくそういう計算遊びありましたよね。その頃あまりにいつも計算をしていたため、4つの数字を見ただけでパッと足し算ができてしまう、
この4つの数字の合計がすぐに出てきてしまうという、そんな状態になっていました。今思えばこれってフラッシュ計算ができるようなすごい才能だったんじゃないかなと思うんですが、当時はそんなことも知らず、ただただ目の前に出た数字を見ただけで答えが分かってしまうのに、ちょっと恐怖を感じてしまったんですよね。多分誰にも相談もしないで、そのまま嫌だなと思いながら車のナンバーを見ないようになってしまったんです。できるだけ数字を見ないように、答えがパッと出てきてしまわないようにというふうにずっと閉ざしていたら、気づいたらその能力はなくなっていました。ちょっともったいなかったかななんて今となっては思っています。ただ今でも数字の計算って好きなので、今では普通に車のナンバーを見ながら時々計算をして遊んでいます。皆さんも子供の頃に得意だったけど気づいたらなくなっていた能力というか才能というか、そういうものってありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。